闇を灯す小さなロマン。ゆっくり流れるくつろぎタイム。ローエムガレージ。ものづくりって楽しいですよね。今回はレトロな雰囲気が魅力の小型オイルランタンに手を加えてみました。ランタン上部を風防仕様のマグウォーマーに変更。アンバー化したホヤガラスへロゴをレイアウトなどしてみたので早速紹介します。制作するときに気をつけたポイントやデメリットもあるのでご覧ください。それではギアの特徴を3つプラスおまけポイント2つの紹介です。今回ベースに選んだギアは高さ19センチほどの小型オイルランタンです。19 cm small oil lantern。 まずギアの特徴1つ目。風防機能を持つマグウォーマーです。Storm cap times mug warmer。 10年以上前に購入したパーライトがジャストサイズだったので利用しました。頭が平らなのでマグカップが置けて灯してる間温かさを持続できます。気温にもよりますがすぐに飲める60度から70度ほどの適温が保てます。2つ目はアンバー塗装したホヤガラスにロゴをレイアウトしました。 Amber Globe Times Logo Layout。 ホヤは虫が寄りにくいアンバーカラーにロゴマークを太陽インクでスタンプしました。使用したクリアオレンジの色がイメージと少し違ったのでスモークグレーを重ねています。アンバー塗料はホヤの内側に吹きロゴスタンプは外側に押しています。塗料が熱に耐えられるかちょっと心配でしたが数回使用した現状では大丈夫です。ほのかに揺れる炎がロゴのシルエットを映し出します。3つ目は全体を亜鉛塗装してポリッシングしました。 Zinc coating times polishing。 後付けのマグウォーマーだと本体とのデザインバランスが浮いてしまうものがあります。このギアはウォーマーを含めて全体塗装し一体感に配慮しました。心が温まる。雰囲気を楽しむ。こんなひとときを大切にしたい。そしてプラスおまけポイントですが小型オイルランタンにありがちないくつかの不具合を改善しました。 Improvement of defects。 まずキャリングハンドルの動きの改善と熱対策を施しました。ハンドルを上下に動かすときに引っかかる不具合を接合するリング部分のサイズを小さくすることで改善しています。熱くなるハンドルはシリコンチューブで覆いました。次にタンク底の熱や傷つきの対策をするために
リムプロテクターを取り付けました。これはハンドルに使ったチューブと同じものを利用しています。そして炎が安定しない不具合を改善しました。火口の部品をしっかりかしめ、その周辺をアルミテープで空気の流量を調整しました。あと、ホヤを押さえる針金の歪みがひどいので修正しました。おまけポイントをもう一つ。タンクキャップに立体的なロゴマークを入れてみました。3D logo on tank cap. アルミ板にアールをつけて切り抜いたロゴマークを耐熱接着剤でキャップにくっつけ塗装しています。ホヤガラスからの明かりが柔らかな陰影を作り出します。今回のギアにおいて製作時に気をつけたいポイントは一つです。 Point 1. それはホヤにロゴをスタンプする際、その箇所がツルツルの曲面なので非常にずれやすいことです。そのためこのスタンプだけの専用ジグを簡易なものでも作った方がうまく押せます。なお今回使った材料は動画下の説明欄に記載してあります。そしてデメリットと失敗ですが、それはマグウォーマーの上のカップ置き場の面積が小さいことです。ただしそんなに大きいものを乗せなければ問題ありません。風防仕様のマグウォーマーを装備した小型オイルランタン。ロゴのシルエットが浮かび上がる琥珀色の明かりが非日常のノスタルジーなムードを醸し出し、そんなゆったりした空間でいつでも温かい飲み物を片手にくつろげる。それは贅沢なリラックスタイムを演出するギアの紹介でした。